はい、皆さんこんにちは。F ラブです。今日の MC は池谷さんです。よろしくお願いします。その振り方かな、ちょっといろいろ考えとったのに変えないでもどっちですとかやってくれたら正攻法でいかないといけないですから。ということで、今回のテーマはこちらです。はい、担当取りということで、先生、2段の、審査から担当取りが出てくるということなんですけども、噂では先生はあまり乗り気ではないということで、すいません、武器取りは嫌いです。申し訳ないです。武器取り結構ですね、はい、リクエストをいただいてるんですけども、あまりやらないので、今回貴重な動画ということでご覧いただければと思います。ということで、早速本編の方をご覧ください。どうぞ。はい、探検、担当取りですね。まず持ち方からっていうか、担当、探検、あるいは回検、懐刀ですね。だから、懐刀だから、もともとこういう中に持ってる。居合なんかでは前差しって短い刀をここにこう、ね、つけることもありますけど、回検って考えた時には大体懐に直してて、そこから取り出すので、必然的にこの、何持ちっていうんだっけ。こっちの逆手、こっちになりますね。こっちでされるところもあるし、こっちでも別に間違いではないと思うんですけども、うちはこの爪の取り方ちょっと忘れちゃった。この取り方をしますですね。で、あと、つばがないので、つばの役割っていうのは手が滑って自分の手切っちゃうと元も子もないので、それを抑える。つばがないので親指当てときましょうかって。一応これは攻撃する方の心得として。で、突きの時だけ持ち替えて、うちは刃が上にするようにしてついてますですね。で、これ普段の稽古の時もそうなんですけど、古い方っていうか、失礼かもしれませんけど、見えないようにしろと。正面から武器は見えないようにして、そこからつけっていうふうに言われる。昔はよく言われてましたですね。ちょっと注意をすると、せっかく後ろに隠して見えないのに、体を振っちゃうともうここで現れるので、これはつき方の問題にもなりますけど、できるだけ突然現れるようにっていうか、こちらで間合いを制しながら、警戒しながら、自分の腕の下から現れると見えにくいよみたいなことは、攻撃する方としてはあるんですけれどもですね。で、稽古ですので、まず月で例えばついてこれない。だから代表的なところで小手返しですね。
あとちょっと注意っていうかお願いなんですけど、つい、固定を引き寄せる方いらっしゃるんですよね。固定返しをしなきゃいけないと思うから、せっかくここで、転換そのものがまず難しい。そこで入り身なり転換なりがクリアできたとして、これを引っ張っちゃう人いる。ただ、これそのもので、で、こうやって引っ張っそのもので、ごめんなさいね。すいません。そのもので引っ張っちゃったら来ますよって。やられたことはもう学習してください。をして、小手返ししようと思って、これ引っ張ったらそのまま来ますよ。逆ですね。ここしっかり張って、呼吸を使って相手が追いかけられない状態を作ってた方がいいですよ。そこから畳んでいきましょうかと。ごめんなさい。すいませんですね。小手返し、なんですか、せっかく、こういう、投げようって思って、これを引き寄せる方いらっしゃいますけど、これは引き寄せない方がいいですよ。もしどうしても引き寄せるのであれば、引き寄せて相手が締めたと思ってきた、それをそのままかわすという形であれば、それはそれでいいので、間違いというかいう話ではないですけども、もう、つい投げようと思って掴んで、下手に読んでしまうと、じゃあ逆に危ないですよ、みたいな。よく見かけるところの注意としては、それですね。それから、正面打ちとか、十字受け、ちょっとやりましたけど、十字受けそのもので、相手の踏み込みそのものが止められればいいんですけど、攻撃そのものは十字受けは絶対許した方がいいですね。これ手離されたら自分にも当たりますし。もうオーソドックスで視覚を取ると。で、視覚を取った後で、あとここの間合い次第ですね。ここでこの間合いが取れれば、隅落としが効きますし、このまま入って、3強。3強そのまま3強で決めて後で取っても結構ですし、ここで取って投げるなり、そこは自由。効きますですね。あと、あまりやらない、これは一本別経度で立ててもよかったかもしれませんけど、肘決めですね。我々の頃は直接こう入ってたりしてやってたんですけど、危ないからって、一旦こっちに入って、安全にやりましょうね。会派によっては、表に入ったり、表と裏を分けられているところもあるかもしれませんけど、一旦さばいた後、表でも裏でもいいですけど、決めますね。あとは、あくまで私のやり方ですけども、体重を使われる方、ちょっとしっかり立ってですよ。体重を使われる方ね、自分の方が体重があればいいんだけど、なかなかこうだと体重効かないですよね。でちょっと危ないんですけど、こっち曲げておきますね。個人的にはですから体重を使うというよりはいつも言いますけど、股関節、ここを切るのをふうにしてやってますけども、浴びせ倒し式ではなくて、これはあくまで私はそうしてるっていうだけなんですけど、オーソドックスなところといったらそんなところですかね。あともう一つ、横目の時に、昔はこれをパーンと叩き落としてた、痺れるぐらい。もう私が入った時にはもうそういうことされる先輩って一人か二人しかいなかったんですけども、もう痺れるぐらい叩くんなら話はわかるんですけども、今抑えましょうってことになってるし、相手の肘を伸ばしなさい。このままだと軌道がこっち向いてますから、これ、相手の肘を伸ばして、歯がこっちっていうか、こう来ているエネルギーを止めちゃうと、もしこれ手離されればそのまま飛んできますから、離されないようにこちらを伸ばして隅落としをかけるっていうか。どうしても叩かれる方が多い。叩くんならもう相手が痺れて武器を落とすぐらいの覚悟で叩かないと、普通にこんなことしたらそのまま抜かれて脇をいかれますね。なので、穏やかにされるのであれば、しっかり相手の肘を伸ばしてバランスを崩す稽古をされた方がいいかと思います。あと、これで言いながら、本来武器を持っている人に動脈を晒すっていうのは絶対やっちゃいけない行為ですよね。だからナイフ術になると多分、もともと受けちゃいけないんだけど、もしどうしても受けるんだったら、多分動脈は隠せって教えるかと思うんですけども。あくまで稽古の方便で、相手は片刃。こっち側に刃がついてないっていう前提。しかも、この、アイスピック持ちっていうか、このグリップをしているので、こういう相手に動脈を見せるような
崩しをやってますけど、わかると思いますけど、もしこれでこうやったって、そうです。自分のここ挟まれたら嫌ですしね。まあ、あくまで呼吸力、間合いの鍛錬として、こういうことをやってますですよっていう。まあ、あと、5行とかですかね。まあ、以上ですか。すみません。ありがとうございました。はい、ということで動画の方見ていただきましたけれども、見本の方は結構激しかったです。怖かったですね。潰されちゃってました。すみません。受け身が修行が足らんです。どうしても先生、やっぱり武器持ってると少し激しめになってしまうということはあるんでしょうか。というつもりはないんですけど、そうですね。個人的にはめちゃめちゃ普通だったんですけど、でもなんか自分で久しぶりに真面目にやってはいけないな。ということで、まあ武器取りなんですけれども、先生、これはあまりその護身術的に考えない方がいい。もうそうです。もうこれ持論でお叱り受けるかもしれませんけど、合気道の型ってハウトゥーじゃないっていうか、もう持論なんでですね。いつも言いますけど、剣道家の方だって素手で喧嘩して叩いてくる方いらっしゃるわけじゃないし、後ろ両手取りとかありえないからですね。あくまでそういう原理原則を学んでるって、合気道の方はハウトゥーじゃないですよっていうのが、そのお叱り受けるかもしれないけど、個人的にはあって、その点やっぱ短剣取りとか勘違いされやすいですよね。本当にこうやって相手の武器を防ぐとか取るとか、だからそんな風に思われると辛いなっていうのがあって、あまり武器はやりたくないんですね。あくまでその間合い、素手の間合い、短剣の間合い、剣の間合い、杖の間合い、その間合いに応じてそのタイミングとかポジショニングってそういうのを工夫してるんであって、思う人いないとは思うんですけども、実際にどういうふうに思ってる方も見受けるんでですね、ハウトゥーで学んでる段取りを覚えてしまうと、こうやって取るって思っちゃうんですよね。段取りを覚えるのではないですよって。型ってのはあくまで何かを勉強するための一つの手順を学んでるので、その中でさっきとか、それこそさっきでシャレじゃないですけど、さっきとかね、距離とか、そんなの。実際木でできたものですけれども、当たるともちろん危ないので、稽古する時には注意してやっていただければと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。